おはようございます。 SBFJ 利根川です。現地の集合時間から8分遅れで目を覚ましました。移動距離は約100キロ、高速を使って神奈川県へ向かいます。場所は相模川の弁天。朝の渋滞に若干巻き込まれましたが、無事に到着。車がぶっ壊れる、車がぶっ壊れる、車がぶっ壊れてしまう相模川弁天の美味しい水を確保。芋綿しんべら底25、75パラパラ。よいしょ。ぐる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 てんぐる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 てんぐるぐる。今日使う竿はそれほど長くない夕山の10尺合成竿です。針は大縄張りセッサの5号を使っていきます。今日は今日は相模屋主催の銀閣テントを使うイベント。利根川は買って自前のものがあるので、テントにこもって1投目よろしくお願いいたします。最初は両グルの底釣りでスタート。今日は奥側で竿を出していますが、この辺りは手前から深くなっていて、状況がいい時は5尺でヘラブナが釣れることもあるとのことです。ただ水が思いっきり澄んでいるのと、最近の状況を聞く限り手前では食わなそうなので10尺。釣りを開始してから10分も経たないうちに浮きに動きが出始めました。ただこの正体は何でしょうか。底釣りなのに浮きの動きがでかかったですよね。これはなんだ？手元に来て分かりました。どうやらウグイのようです。ちゃんと食ってた。ありがとう。チャックには遊漁券をぶら下げてます。寒いので閉めました。寒い。途中から団子餌の進化も投入しましたが、釣れるのはウグイだけ。しまいにはウグイの気配すら遠くなってしまったので、ここから見える相模屋の旗の近くへ。今の時刻はもう14時20分。いつものグルテンを作り直して心機一転。腕を棚に上げて言い訳しますが、この辺は浅いのにかなり釣れていました。魚が浅場を回遊しているのでしょうか。竿の長さはそれほど必要ないので11尺の竹竿を使います。これは移動して5投目くらい。上に進化団子をつけて下張りに作ったグルテンをつけています。ようやく来ました。ここまでウグイしか釣れていなかったので、さすがに動画としてボツになるかも。そんなことが頭をよぎっていました。歩む11尺で上げた。
本日初のヘラブナです。ありがとう。去年か一昨年、ここ相模川の弁天で12月に竿を出していた時の感覚では割と簡単に浮きが動き出してポツポツと釣れていたので、まさか朝から13時、もう15時ですね、15時まで釣れないとは。まさに秋は棚を釣れでしたっけ。この日の状況ではこの辺りの浅いところを泳いでいたのでしょう。もっと冷え込んだら深場の水草とか岩の陰でじっと耐えていそうな、利根川、そんな勝手な妄想をしております。おお、聞いてた。お、団子食ってる。手出しゃいいのか。よいしょ。うん。そうですね。うん。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。おめでとうございます。お、でも太鼓あって本当いいですね。だいぶ魚っ気が出てきたので、この一頭は団子とグルテンではなく両グルにしてみました。そういえば最近パソコンを12時間以上眺めていると画面が二重に見えることが増えてきました。生きていくための仕事でもパソコンを触るし、動画の編集でもパソコンを触るし、さらにはスマホまで見ているので視力がかなり低下してきた気がします。重い腰を上げて眼科の病院に行く時が来たのかもしれません。目薬とかで対処できるといいな。あんな当たりちっちゃいんだ。あの当たりででも乗ってたんなら結構当たってたな。ここまで結構当たりを見逃してしまったかもしれません。よいしょ。ピリだけサイズアップしたかな。うん。これは食ってました。ちっちゃい当たり。ありがとう。この時はまだ12月。一気に冷え込み始めた頃なので、浮きに出る当たりが今の時期よりは大きいですが、11月とかに比べると小さくはなっています。浮きの動きからも季節を感じますね。季節といえば12月、1月、2月、確定申告のシーズンです。すべて自分でやっているので、また数字との戦いが始まるわけですが、今年も春の前には終わらせたい。1年が経つ、時が過ぎる速さを実感します。これは食ったかね。リャンコっぽいな。あ、リャンコじゃない。1個は外れたけど下張りは食ってる。やった、リャンコもどき。大丈夫そうです。やった。ありがとう。片方食っていなくて外れてしまったとはいえ、リャンコが来てしまうくらいなので、もう団子は投入しなくて良さそう。理由は単純で、この辺が釣れているというのもありますが、何よりも周りの人たちがどんどんと片付けています。相模屋の銀閣テント体験会は15時までで終了ですから、一番影響がありそうな両隣だけでも 6,7 人減りました。
時刻もなんだかんだで16時20分。1時間半くらいこっちに移動してから1時間半くらいの間にいくつ釣れたのか。まあって言いましたけど、そこまで釣れてないか私もこれででかいはそれ折りたたみできるんですね。やっぱりリャンコ、お、リャンコ。食い上げリャンコでした。当たりどこだったかわかんねえ。あ、でも両方食ってる。リャンコでした。大小リャンコ。大小のリャンコでございました。でっかい方食ってたかちょっと確認したけど、最後針が怪しかったのでまあいいや。リャンコ。太陽が沈んでからかなり寒いです。ちょっとした風も頬を切り裂いていくようですが、今日はテントで快適です。もちろん風を正面で受ければ意味はほとんどありませんが、寒い時期に風を正面で受けるっていう位置取りはあまりやりませんからね。もちろん魚が溜まってるっていうなら別ですよ。これは食ってるな。一気に寄せずにのんびりと魚との対話を楽しみます。今は釣れると静かに上がってきますが、この時の魚は食ってるのに置き走りしてました。ちなみにテントから見た光景はこんな感じです。食ってました。ありがとう。感謝感謝。13時移動したタイミングでちょうどテントの説明会がありました。じゃあ、はい。本日はですね、相模湾銀閣エアテント体験会を開催させていただいております。はい。ここでですね、実際のテントの組み立て方法と佐藤さんに説明していただきます。はい、かしこまりました。どうも、今日は一日釣りしていただいて寒い中ありがとうございます。組み立て方と強風の時とかその時の対処法なんていうのをちょっと動画で出させていただきます。テントの、中にはこの3つのパーツ、グラスのパーツと足にかけるこの4本のパイプが入ってます。これを輪郭のこの足をちょっと長めにセットしていただいてかけていただいて、確かトレーナーさんに去年でしたっけ、ここの前店で試作品使っていただいた時はまだアクリルで試作段階でしたけど、販売しているのはアルミのパイプ、3畳で作ったパイプを搭載します。で、本体はこちらです。これが、テントの側になります。で、3本あるこの支柱を一番短いのをですね、フロントのここに差し込んでいただいて、そうで、これを例えば向こう向きでしたら、はい、まあ、これでほぼ終わりですけど、この後飛んでってしまいますから、この、横にですね、サイドハンガーがこっち回っていただくとついてるんですけど、まあ、なくても大丈夫です。ただ、ロッドケースを置いたりするのに、サイドハンガー通していただくとですね、ここに台とロッドケースのハンガーの間に、スペースできますから、この間を通していただくと、ロッドケースがこの台の横に置けると、こういうふうな形になりますね。で、反対の方もハンガー入れていただけば、まあ、よりいいんでしょうけど、お持ちでない方は直接足にセットしていただければ、構いません。これでこの、伸び縮みする木の、調整していただいたら、H 固定のため
飛んでいかないです。で残りのこの2本のパイプをですね、差し込み口がありますから中にこうやって入れていただいて横方向に貼っていただく、これで完成ですね。外につけとくと針引っかかったりしますから、中入っていただいて裏にも同じようにこのポッケついてますので中に入れていただくと、針引っかかったりします。これで終わります。あとこちらにロッドケースを玉編みの柄を逃がすチャックが入っているのと、熱くなってきたらゴムの紐がついてますから、これで開けといていただいたら風通しもいいですというスタイルで、釣りされてて、テントから出られるときパラソルもそうですけど風速5メーターぐらいになってくるとやっぱり危ないですので、特に風受けます。その時着座されるときはですね、この3本のパイプを外していただいて、でパイプをの中に折り込んでください。こうやって、餌もロッドのそのままですね。ロッドは危ないんで適当に処理していただいて、これで着座していただくと風で煽られて倒れる心配はないです。というここが一番ポイントだと思います。風吹いた時降りちゃうとどうしても倒れますので、私も前川ダムでどのぐらいで倒れるんだろうと思ったら7メーターぐらい、まさしくこのシステムテーブルとスリムのセットでしたけどバッタンっていきました。着座される時はこの方向で戻られたらこれをもう一回この針にかけるだけ。下は何もいじってません。フロントと、手前のバックのところをかけていただいて、あとはポール3つ入れていただければ中に入るというところです。ここだけ押さえておいていただいたら快適にこれから寒い時期、使っていただけると思いますので、以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、さん。はい13時にちょうど場所を移動するタイミングだったので、利根川の釣り台を使っての実演でした。今気づいたのは、水辺で実演をやってくれれば釣り台を組み立て直す必要はなかったのでは。一旦後バラして私が自分自身で組み立てました。まあそんな気づきは置いといて、釣り竿を開けるときテントの後ろ側を開けておけばいいくらいに思ってましたが、風の吹いている方向で畳んでおく、そんな方法があったとは知りませんでした。釣り台の上の荷物も飛ばなくなるし一石二鳥。それでは本日ラストヒット。よし、これ最後にしよう。食ってたら最後にしよう。食ってる。これを最後とします。ヘラブナさん食ってました。これを上がりとしましょう。ありがとうございました。移動するより泊まる方が安かったので中華を食べてビジネスホテルへ。翌日のお昼はめちゃくちゃ久しぶりにネットカフェでゆっくりしてから夕方相模屋に向かいます。到着したので釣り台2台を持って銀閣の点検イベントをやっている店内へ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。実際に SLP で銀閣の修理を担当している大迫さん。ちょうど2年前にお会いした時も相模屋さんで利根川のスーパー銀閣を修理していただきましたね。今回は先にスリム銀閣を点検していただきましたが、リベットの飛びもなくそのまま問題なしの返却。本命スーパー銀閣はというと見積もりが出ました。リベット40本が飛んでいて、スライド金具に歪みあり、ネジも錆びていたので金属ネジに交換。横木マルチの木がボロボロだったので交換。
足も爪が曲がって何度も曲げ直していたり、足自体に傷がかなり入っていたので交換。なんだかんだで1万円超えのリフレッシュ。修理の料金表はこんな感じ。本来預かり修理で 2,3 週間かかるところをその場でやってくれるのはありがたいです。結局釣り代って毎週使いますからね。こうやって攻めてってこうやってずっと出してって狭めて伸ばして伸ばしてビヨーンと広げれば、ゴミははね残ってますから全部 OK と。そうなんでで一本使いの場合はねこうやって頭にペットボトルでうん。ちょっとこれ広いよって言ったらねこの1メーターでこのぐらいまで差し込めば狭いの作りたかったらはい。あとはテープが入ってるんで、うんうんうん。センターはね入るんで、まあ、いろいろ使うようにこれが一番安くて簡単に浮力も出てよろしいかなと。で先端のこのパーツは濡れたら必ず外して乾かしておいてください。錆びて固着すると取れなくなっちゃいますからね。これは必ず外して取っておくってことですね。はい。あと、まあ、できればこう水で浮かした後は全部バラバラにして乾かしていただかないと、なんか表面ブリスターになっちゃいますね。うん。で、まあ、下線は上蓋は下線にかましていただければ、水の侵入がここの空気抜きからの水の侵入が、はい。若干ないと防げますから、まあ、1日浮かべといてどのぐらいですかね、200cc ぐらい水入るかな。まあね、ここ意外と皆さんね難儀してテープ貼ったような感じするんですけど、上蓋がこれだと排出することもないんで、こんなことしてあります。あ、この子は何も点検の結果問題なしで。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なんだかんだで1万円超えのリフレッシュ。まあこう言っちゃなんですけど、月光つよしでも穂先を買えば1万円近くはするので、命を買ったと思えば安いもんです。それでは快適なヘラブナ釣りライフを送っていきましょう。明日金曜日、利根川は釣りフェス会場をうろうろしていますので、現地でお会いしたらよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。